皆さんこんにちは。ジャズドラマーの谷中福士です。from ニューヨーク。今日はですね、1978年に初めてそのニューヨークに行った時にね、その行く前にちょっとねいろんなお話がありまして、どうやって行ったかっていうのは前にもお話したと思うんですけど、やっぱりねルード・ナウソンさんをね、通してその素晴らしいピアニスト、ハーマン・フォスターミスターハーマン・フォスターにねどうやって出会ったかっていうお話もね今日は交えてですね、でハーマンのいろんなお話をしたいと思います。はい。まずはですね、その1978年にニューヨークに渡る前にですね、実はピアニストの横山静子さんとずっと東京で演奏してまして、よくね演奏した店がありましてね、それは新宿にですねサムライっていうお店がありまして、まだその当時はねピットインのすぐ近くでね東口にあったんですけど、でそこでも横山さんとねしょっちゅう演奏してたんですけど、そこのオーナーの方はね緑川さんという人がいて、で、その人の紹介で、ニューヨークにね自分のその相棒がニューヨークのそのジャズクラブでキッチンで働いてると、シェフやってるっていうのでね、もうニューヨークに行くんだったら紹介するから訪ねて行ったらっていうことでね、宮崎さんっていうんですけど、その人をね、訪ねていくわけなんですけどね、その日本でやった時も非常に楽しくてですね、横山静子トリオでずっとやってたんですけど、ニューヨークねやっぱりどんなベースがいるかっていうのがね、どんなジャズシーンかっていうので、ニューヨークを渡るわけなんです。それでそのお店がですね、ちょうどあれはねトンプソンかな、ブルーノートのすぐ近くなんですけどね、トンプソンとサリバンかな、なんかその辺が交差してるとこかな、なんかその辺ですよね。そこにバーバラスっていうお店がありまして、それは女性の方バーバラっていうね、バーバラのお店でバーバラスっていうね、でそこでですね、行きまして、で宮崎さんを訪ねて行ったら、ちょうどねその宮崎さんがキッチンでシェフやっておられて、その当時ですよ、日本食なんかあんまりないのにね、その中でそのジャズクラブで天ぷらとかね、カツ丼とかね、その当時人気あったのはやっぱりチキン照り焼きとかね、ビーフ照り焼き、そんなのをサーブされててね、ジャズと日本食っていうのが結構ね流行ってたんですよね。でそこで宮崎さんが会うことができまして、そこでジョージョン・ジュニア、パパ・ジョーの息子さんに会うわけなんですよ。ジュニアだからね若いのかなと思ったら、もう会った時はもう彼は40いくつでジュニアはジュニアで、そうか息子っていう意味でもなと思いましてね、そのジョンがやってるとこ行ったら、セッションがこうねあって、いろんな人がね来てましてね、いいセッションでしたね本当に。ピアニストはね黒人でねエロールっていう人、ちょっと下の名前はね忘れました。エロールガーナじゃないですよガーナはまた別に有名なピアニストですけど、エロールって素晴らしい。ベースがねジェフなんとかって言いましたね、ちょっと忘れしましたけどね、素晴らしいベースでした。でジョニオ・ジュニアこうやってる。そうすると毎週あれで火曜日か水曜日ぐらいにやったと思うんですけど、その当時ね住んでた日本人のミュージシャンがバーッといっぱい来てね、もちろん外人もたくさんこう来て、ざっとねその当時にね、覚えてる、全員覚えてるかちょっと分かんないんですけど、有名どころではもう大野俊三さんとかね、あとトランペットのね、俊三さんはもちろんトランペットなんですけど、トランペットの澤田晴之さんとかね、あとギターのこんちゃんとかねいましたね。で時々あれはどうだろう、太郎さんもいたんじゃないかな、岡本太郎さん、ドラマー、僕の大先輩ですけど素晴らしいドラマーですけど、それとかねやっぱりこの人を忘れちゃいけないですね、関西誇るもうグレッドラマー中山昌司さん、僕はニューヨーク行く前にねもう昌司さんは、ね、東京でもやっておられたし、だからニューヨークに来てるっていうのを聞いてたんで、セッションでお会いすることができてね本当に良かったんですけど、それで、いろんな日本人の人たちとかも交流ができて、で毎週行くようになりました。そしたらある時にですね、そのオーナーのバーバーがね「静子福 You guys sounds good だ」仕事あげるって、それが初めての仕事でね、1ヶ月後ぐらいにね仕事をく
くれましてですね、1本ね。でベースは自分で決めなさい。でその当時よくねセッションとか来てた素晴らしいベースアレックス・レインね、でそのトリオで仕事やるんですけど、残念ながらそのアレックス・レインはですね、去年の4月ですか、コロナでね、運悪くちょっと亡くなりましたけど、本当にね残念なんですけど、もうずっと長い付き合いでね、ニューヨークでもニューヨークのジャズシーンでもずっと頑張ってこられた人で、昔はスリーサウンズとかね、なんかいろんなバンドとやってたらしいんですけどね、亡くなられたのはちょっと残念なんですけど、そんなわけでね、そのトレーでこう演奏して、でその時のねこのドラムセットがドラマーの方すごく興味あると思うんですけど、僕はもう行く前はね、前にもお話したと思うんですけど、トニーがね大好きでね、まずニューヨークに着いて3ヶ月しかいなかったんですけど、着いたらすぐ楽器屋に行ってですね、とにかくグレッチが欲しい。でその時トニーがねちょうどあれですね、ハンク・ジョーンズのねザ・グレート・ジャズ・トリオ、グレート・ジャズ・トリオでねドク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 ブーっとねやってた時代でね、でやっぱり大きなセットがねもうなんか夢のようでね欲しくて、22インチのベースドラムですよ。で2タムタムでね、2フロアタム、スネアもね7インチの深いオールド K もずっと買いましてね、その当時のオールド K がですね、なんとね1枚新品ですよ、オールド K がね$150とかね$180。今ね22インチのいいのはねもう本当に$5000とかね、日本ではもうなんかね$1万100万ですよ。そのくらいのもうねプライスがこう上がっちゃってすごい高くなりましたけど、今思えばねもう何十枚も買ってきゃかなと。でもそんなにね値段が上がるなんてその時は知りませんでしたね。そうなんですけど、それでまた機会があったらオールド K のお話もしたいんですけど、ここでね一つね面白い話があるんですけどね、昔は50年代のレコードとかもみんなオールド K ね K に入ってるじゃないですか。であれはですね、ご存知の方もいらっしゃるかわかんないんですけど、あれグレッチを買えばオールド K がついてきたんですね。というのはケイジリジャンというのはイスタンブールね、ターキッシュですから、トルコのイスタンブールでこう地下でねハンドハンマーして作ってた。でなんとかアメリカに進出したいっていうのでグレッチカンパニーとね提供してですね、グレッチを買うワンセットフルセットですか、買ったら1枚つけるとか2枚つけるとかっていうのでみんななんかフリーでもらってたんです。ですからもうみんなやっぱただのシンバルですからねこう使ってて、でそれが名盤をねいっぱい生んでるわけですよね、レコードでね。ブルーノートレーベルなんてほとんどみんなオールドケース使ってね、もう名ねレコードももう残ってますけど、そんなわけで、ね、そんなちょっとね、お話もしてみましたけど、そうやってですねそこでそのグレッチをオーダーしてですね、もうとにかくだけどだんだんそのいろんなねオーソドックスな人を聞いて、やっぱりニューヨークでもまだ18インチ大きくても20インチくらいでみんなこうやってる。でそのバーバラでそのセットを叩いてたんですけど、もうその時には考え方がだんだん変わってきててですね、なんでこんな大きいの買っちゃったのかなと思ってね、もう買っちゃったもんしょうがない。とにかくでもグレッチですからねいい音してました。そこでねバーバスでこうやって静子さんのトリオでやったんですけど、みんな聞きに来てくれてね、俊道さんとかね聞きに来てくれて、あとねさっきもお話した中山翔さんも聞きに来て石原さんがね叩いてくれてね、もう素晴らしい演奏してくれましたけど、そんな思い出がありますけど、でそうやってそのバーバラですごいいいね時期を過ごしたわけなんですけど、そこで、しょっちゅう行ってるとその情報がいろいろ入ってきて、今度ある夜にですねすごいピアニストが来るよっていう話を聞きました。それがなんとミスター・ハーマン・フォスターなんですね。でハーマンのトリオだったんですけど、その当時のねベースプレーヤーとドラマーもちょっと僕はよく覚えてないんですけど、とにかくハーマンのピアノがアップライトのピアノがですね、グランドピアノが2台ぐらい並んでるようなサウンドしてゴヨーンってなるんですね。もうびっくりしまして、で彼のスタイルっていうのはどっちかというとこうブロックですか、コードをねガーンって弾きながら
あんまり右手のシングルトーンは出てこないんですけど、エロール・ガーナーみたいなね、ああいうスタイルでこう本当にソウルフなね、ピアノで、その時に思ったんですけどね、とにかく一曲一曲すごいこうスプリットというかね、もうなんていうんですかね、ソウルがもうバラードやっても熱いね、ブルージーで何やってももうファンキーでね、とにかくねものすごい熱演なんですね。でちょうどあれワンセットかな、終わったらもうちょうどその時夏でしたからね、T シャツとかがね汗びっしょりになるの分かるじゃないですか。でもスーツ着てるんです。そのスーツがもうびしょびしょになってるのが見えるんですね。でそのくらい熱戦、ガーってね素晴らしかったですけど、で演奏終わったらねまだみんな拍手。でもその当時彼女も いなかったのか、誰もその付き人っていうのはいないんですね。で一人でも誰もねそのステージから下ろそうともしないから、終わってもずっとピアノのとここうね立っておられてて、でもう僕と静子さん2人ね、なんかちょっと下ろしてあげようよ、そうだね、でその当時あんまり英語喋れないんですけど「Excuse me」なんつってちょっとこうね肩をこう出したら「ああ Thank you ああ Thank you」なんてね喜んでね、そのままちょっとテーブルのところで案内してね、ここに座ってテーブルに座ってバーに行きたいっつったのかな。でバーに連れて行って、でバーでバーテンダーとかそのお店の人が提携してね、キューッとねあれその当時ね、もうその当時から好きだったのはねワイルドターキーですよね。ワイルドターキーにセブンアップかな、あれコカ・コーラかな、なんか混ぜるんですよ。もうそれが大好きでね、そうやってですね初めてそのバーバラスでハーマンと出会うんですけど、一旦日本に帰りまして、それからまたニューヨークにね渡って1980年がずっとこう来ましてですね、86年に、ルーノラのそのバンドに入ることができまして、でなんとそこでまたハーマンと再会するわけですね、ルーさんのバンドで。それで最初のツアーがですね、あれ86年の4月ですから、行きました。で何週間かね、ちょうどねハーマンがその時ね2週間くらい遅れたんです。